放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第48話、月影紹介と闇の気配。イーナは小さく息を飲む。じゃあ、この町に魔族が、とは言っても、骨董品の一つくらいなら紛れ込む可能性はあるわ。決めつけは早計ね。ただ、偶然にしては見よう。そこで言葉を切り、彼女は指先で三日月の刻印をそっと撫でた。ほんの一瞬、師匠の声が耳の奥でよみがえる。セレーズ、この刻印を見たら用心しなきゃいけないよ。鳩の皮を被った連中が使う証だからね。あの時自分はまだ10歳にも満たなかった。御所の山にゆすもれながら、師匠が珍しく真剣な顔で教えてくれたことだった。セレス、ユーマが心配そうに声をかける。セレスはハットが2返り、いつもの落ち着いた笑みを浮かべた。なんでもないわ。今はただの古い商人符だと思っておくのが無難ね。でも、念のため覚えておいて。二人は顔を見合わせ、こくりとうなずいた。外では夕日が街を茜色に染めている。商人たちの威勢のいい掛け声、馬車の車輪が石畳を打つ音、子供たちの笑い声、いつもと変わらない幻想だ。なのになぜか背筋に冷たいものが合う。まるで誰かに見られているような。その時、地上広場の空気が一瞬で変わった。ざわめきが波のように広がり、鳩ゴミが左右に割れる。濃紺の街灯を翻した大柄な中年商人が堂々と歩いてきた。首元には銀の鎖がちらりと光り、口元には穏やかな笑み。だが、目だけが妙に澄んでいて、どこか人間味を描いていた。彼はつかつかと広場の真ん中で立ち止まると、声を張り上げた。皆の衆、聞いてくれ。昨日この辺りで金貨袋を落としてしまったんだ。どなたか拾って羽織らぬか。ユーマの心臓が跳ねた。確かめるまでもない。男が言うのは、自分たちが拾ったあの袋に違いない。鳩人の視線が商人へ集中する。旅の途中でうっかりしてしまってね。いやはや、恥ずかしい話で、滑らかな口調で笑いながら、彼はユーマたちをまっすぐ見据えた。ユーマは妙な違和感を覚えた。陽光を受けたその瞳が、ほんの一瞬、獣じみた赤に怪しく光ったからだ。イーナが耳をぷくっと立て、小声でささやく。怪しいにゃー、だな。ユーマも服ぶ返す。商人と名乗る男は、迷いなく3人へ近づいてきた。ああ、それだ。私の袋だよ。返してもらおうか。若者、差し出された手は、笑顔とは裏腹に血の気がなく、指先がほんの少し長すぎるような気もした。ユーマが応じかねていると、セレスが静かに前に出た。落とした時の状況をもう少し詳しく聞かせてもらえますか。状況を、商人の笑みがほんの一瞬だけ凍りついた。宿に戻る途中で急いでいてね。セレスは微笑んだまま畳みかける。宿はどちらの？片門の外だよ。知っておるだろう。ざわ。周囲の視線が疑いに変わる。この町に住む者なら誰でも知っている。片門の外に宿屋など一軒もない。セレスは商人の肩口へ視線を滑らせた。あなたの街灯に縫い込まれた符は紹介の紋章ですか。商人は一瞬眉を細める。肩口に小さく刻まれた三日月型の刺繍。それは骨董品屋の店先で見た刻印とよく似ていた。広場の空気が張り詰めたその瞬間、自警団の隊員が駆けつけてきた。ここで何を揉めている。商人は慌てたように声を上げる。私はただ落とし物を返してほしいだけで。隊長が厳しい声で割って入る。落とし物はすべてギルドに届け出る決まりだ。ここで押し問答するな。商人は舌打ちを噛み殺し、作ったような笑みで取り繕う。なるほど。ギルドへ行けばよいのだな。そうしよう。
捨てるような独り言を残し、鳩ゴミへ消えていった。人々のざわめきが再び市場の喧騒に溶けていく。ユーマは額の汗を拭い、エルムの持つ袋を確かめた。しかし、これは、ただの落とし物ではない。そんな予感が静かに警鐘を鳴らした。そして、セレスも低くつぶやく。三日月の刻印。もう偶然とは思えないわ。イーナとエルムも言葉を失い、鳩の流れを黙って見つめた。色鮮やかな市場の下で、確かに何かの影が潜んでいた。昼下がり、賑わう市場を抜け、石畳の通りへ出た頃だった。セレスは懐から先ほど銅貨3枚で買った小さな木札を取り出し、指先で角度を変えながら睨んだ。小さな墨筆で刻印を紙に写し取っていく。こう描く2つの曲線、そこを斜めに横切る細い線、まるで半月が遮光を受けて輝いているような奇妙な文様だ。やっぱりただの証人印には見えないわね。確信めいた声にイーナが覗く込む。どういう意味にゃ。武術を学んだものなら一目でわかるはず。これは古いしるべ印に極めて近い形を、魔力の流れを一点に束ねる時に使われる。つまり魔術を収束させるための印を。イーナが耳をぷくりと動かし、首をかしげる。にゃー。じゃあこれなんかやばい魔法の印ってことにゃー。断言はできないけど少なくとも商売用じゃないわ。商人なら家紋や紹介印を押すもの。魔術のシルベインなんて混ぜるわけない。セレスはそう言い、目星を折りたたんで胸にしまった。ユーマが辺りを見回し、声を落とす。二人とももう少し静かに。ここは人が多すぎる。変な耳が混じってても気づかないよ。イーナがうなずき、視線を細める。市場の喧騒に紛れているが、妙な違和感が胸に引っかかっていた。さっきの中年商人無機質な笑み、肩口の刺繍、街に漂う影がまた一つ輪郭を増したような気がする。裏に回ろう。手がかりはそっちの方がつかめそうだ。ユーマの提案で4人は人通りの少ない横道へと足を向けた。通りを抜けると昼でも薄暗い路地が現れた。崩れかけたレンガの壁、乾いた藁が散乱した小道、カビ臭い空気の中、猫が一時素早く駆け抜けていく。セレスがぷたりと足を止め、懐から目星をもう一度取り出した。指先でしるべ印の線をなぞりながら、ほんのわずかだけ魔力を流し込む。すると苔むした古びた木戸の表面に淡い青白い光がふわりとしみ、三日月型の印が浮かび上がった。見て、ここにもあるわ。警戒を含んだ声にユーマが近づいて印を触る。ほんとだ、まるで街中に銅標を巻いてるみたいだな。いい長背伸びして覗く込み、口を尖らせる。まだ傷が新しいにゃ。エルムが落ち着きなく周囲を伺い、肩をすくめるように小声でつぶやいた。ここは夜になるとニウマ車が通るんだ。何度も見ました。昼間はただのゴミだめだけど、夜は何かを運んでるんです。まるで彼の言葉を証明するかのように、路地の奥から鈍いくしみ音が響いた。慌てて影に身を寄せると、複数の男たちがニウマ車を押しながら現れた。布で覆われた荷台の木箱は鉄座で固定され、側面には赤墨の三日月印。いい長息を飲んでささやく。怪しすぎるにゃ。静かに、ユーマが抑えた声で制する。ニウマ車は石畳をギシギシ鳴らしながら抜けていく。漁者の男が低く何かをつぶやくと、荷台の奥で鈍く赤黒い光が揺れた。魔力。ユーマは背中に冷たい汗が走るのを感じた。どこへ運ぶつもりだ。思わず漏れたつぶやきに、セレスが険しい目を向ける。夜に動くなら街の外か。隠し倉庫ね。中身を見れば確実なんだけど、その時だった。おい、お前ら、
そんなとこで何をやってんだ。背後からしゃがれ声が飛んだ。振り返ると、ボロボロの毛布をまとった老人が立っていた。髪は灰にまみれ、濁った太みが疲れを物語っている。ちょっと通りかかって、ユーマが慌てて答える。老人はふふっと短く笑い、馬車のことが気になるのか。セレスが踏み込む。知っているのを、知ってるとも、毎晩あの路地から出ていく。月影の連中さ。日が沈むと運び出すのさ。だが、みんな知らんぷりだ。厄介事は真っ平らだからな。ユーマは息を飲んだと声運ぶ。肩の配送子貝だ。あそこに消えていく。近づいただけで追い払われるし、以前首をはねられたやつもいるって話だからな。誰も近づくたがらねえ。老人は濁った目で遠くを見据えたまま、かすれた声で続けた。いいなが真顔で言う。やっぱり裏の取り行きだにゃ。昼は知らん顔、夜はに運び。月影紹介。ねえ、セレスが低くつぶやく。老人は肩をすくめ。まあ、どうでもいいが忘れちまうのが一番だ。生きていたいならなと吐く捨て、よろよろと裏路地の闇へ姿を消した。荷馬車のくしむ音は遠ざかり、よしには